あ今回はあやちゃん号を動かしていくのだ。前回からちょっと時間かかりましたね。何か難しいことでもあったのですか？ちょっと操縦系と FCS 周りの改善をしてました。マルテウスぎこちなかったですもんね。なんかボタンを押してるのに動かなかったり、格闘攻撃が誘導しなかったり意味不明だったぜ。浅い理解で適当にやっているからこの程度のことでミスなんてものが発生するのです。ちゃんと仕組みを理解してやりましょうね。頑張るのだ。じゃあ今回も攻撃紹介からやっていくのだ。まず格闘ですよね。おりゃなんかこんな感じでしたね。あなたが操縦してましたけどね。昔のことですから。しかしマジ小さいのだ AC。 これはマイキュービーするだけであっさりかわされちゃいますわ。こちらの方がいいですね。こっちからのコンボの方がいい気がするのだ。射撃攻撃はどうですか？上昇してビーム撃つやつと瞬間移動してビーム撃つやつと鳥になりたいなーがあるのだ。それ違う作品ですね。大体同じだってばよ。分身もいけるのですか？何回いけるらしいですね。回し組的に出せて当然ですか？ちょっとあやちゃん、めたい話はやめるのだ。コーラル的な意味で言っていたことにしておいてください。なるほどなのだ。残りは何がありましたっけ？残りはこの辺りの普通の攻撃があるだけなのだ。ライフルとミサイルですね。大技に比べると地味です。火力も低いですし。コンボで差をつけていくのだ。ミサイル、横切りブレードみたいな。先ほどは縦切りでしたね。当然横も出せますと。そういうことですね。あとはネクストみたいな動きができるようになるぐらいかな。縦の QB 操作は初めてなのではないですか？そういえば人生で初めてやったわ。便利でいいのだね。本編にも実装してほしいのだ。ボタン足りないですね。よし、じゃあいつも通り戦ってみるのだ。今回のお相手はオールマインドゴーさんです。もう勝ちましたけどね。これに私。僕もネクスト戦みたいなの久しぶりにやってみたいのだ。じゃあカウント3、2、1スタートなのだ。さて開幕エアちゃん号の乗っ取りに数秒かかる入れダメージちょいもらいからのスタートなのだ。早速 AC 音さながらの超速起動が行われています。大アナトリアの傭兵時代を思い出すぜ。格闘いきなり外してますけどね。それもアナトリアの傭兵時代ではデフォだったんで問題ないです。意味わかんないです。ぐっそこの速さで格闘って無理だわ。ブレードホーミングは人が動かすように設定されてませんからね。格闘振っても上昇 QB で捨てられたのだ。ならば続きをどうぞなのだ。ぐっそ柱くん迫真のがいや未だゼロダメージなんですけど相手。ホールマインド風情が潰すのだ。見たか QB からのビーム。これ一撃でスタッパーなんですか？ AC の武器とはパワーが違うんだよ。なぎ払いからのクロス切りを食らいなのだ。さあかっちょいいコンボをしたところで体勢を立て直しますかね。距離を取るのも一瞬でいいですね。相手の新速なんですけどね。これ離れるのは無理だわ。迎撃ビームなのだ。当たんな。相手も上下の QB できるんだった。通常の射撃とミサイルを出せばいいのに。やだなあやちゃん、そんな地味な攻撃は最初からセットしてないのだ。派手派手な攻撃しか出したくないの。なんだてめえ。バリアの再チャージはあるけどさすがに割られてしまったか。バリアの再展開は手動だから割と大変。手動なのですか？切れたらオートで再展開するようにすればいいじゃないですか。サボった。ふざけないで。力尽きてしまいました。さあ華麗に格闘を外したところで一回仕切り直しといきましょうか。なんとか格闘の軸を合わせたいのだけどこりゃ無理なのだ。縦切りも入れとけばよかったのに。なんだあの瞬間移動は。こんなもん当てられるわけないだろう。いやあなたもできますからね。やっぱ信じられるのは射撃だけ。おりゃゼロヒットです。ダメみたいですね。格闘のカウンターにビームを合わせるのが一番なのだ。素晴らしい。ここから確定で追撃入れられるのもいいね。一撃でスタップは強すぎますね。オールマインド号は格闘対応するからカウンターで確実にさせちゃうのだ。 AC だと QB の性能足りなくて避けれないですし、この機体の特権な気もします。ドンマイ号のブレードホーミングを振り切れるからね。 AC とは性能が団地なのだ。でもとんでもない勢いでバリア削られていますけどね。いやしかし自由落下で追撃を回避なのだ。これわざと落ちてるのですか？本当は副操作が大変でやってないだけなんですけどね。いやちょっと待って。バリアを再展開しつつ QB を使って体勢を整えて反撃に転じないと。すごい焦ってますけど。上に逃げるのだ。上に。危なかったぜ。だからバリアの再展開をオートにするべきだって。今体で理解しました。機体特有のシステムをわざわざ入れるのはめんどくさいのはわかりますけど。それな。というわけで次もサボる。ぶっ飛ばしますよ。さ格闘をかわしてカウンターを入れますと。かわした。上に QB しましたね。だがもう一回できるのだな。次こそスタッカー中に格闘追撃を入れたいのだ。いいダメージだぜ。バリアあるから相手の格闘にもよろけないのもいいですね。カウンターもらわないですもの。やっぱ最強だなやちゃんも。よしもう一回カウンター入れちゃ。あれよけれないのだ。マップの天井にぶつかりましたね。下がれ下がれなのだ。上下のスペースはこの戦闘で割と必須だぜ。よっしゃこの攻撃で半分までいけるな。
攻撃の回復が跳ね上がりますから気をつけたいですね。マジオールマインドボウの格闘最強だからな。この QB に追いつくのですか、相手の格闘。で、やってくれるぜ。だがカウンターでお返しいたすのだ。当たんなかったのだ。そして普通に追撃をもらうと、アーモーバリア再展開まで乱逃げでいいのに配ったのだ。本気で逃げに徹したら一切敵の攻撃当たらないですね。まあこちらの攻撃も当たらないんですけど、カウンターしか射撃は当たらんのだ。マジでミサイル持ってくるべきでしたね。まずい。最強格闘が来る。変形で離脱なのだ。さよならなのだ。あれ、分身攻撃が出てなくないですか。諸事情で出すわけにはいかなくなったのでオミットしたのだ。まあ NPC は分身と戦うように設計されてませんからね。僕が操作するとその問題が顕著に表面化しちまうんだな。さて戦闘は格闘の差し合いになっていますが、僕の攻撃全然当たらんわ。もっとブレードホーミングの強い格闘をセットするべきでしたね。クロス切りがかっこよかったんだ。もうしょうがないのだ。アブースト切って落ちちゃったのだ。これ追撃無理ですよ。くっそもっと格闘を入れてかっこいい感じにしたいのだ。ですが互いに速すぎて当たらないですね。まさにネクスト同士のブレード戦はこんな感じでした。一旦距離を取るかなのだ。完成移動の速度も尋常じゃないですね。さすがソル。よし行くぜ。神速の上昇からの格闘を食らえなのだ。避けられちゃった。何してんの。何やってるんだ僕は。クソったれがなのだ。追撃は失敗と。この攻撃に有力に反応する相手には無理ですね。QB 性能が凄まじいこの機体相手は特に。カメラを引いているから小さい攻撃範囲に見えるけど AC 基準だと化け物なんだけどね。これでも相手 AC じゃないですし、こっちも AC じゃないですし、相手の攻撃をかわし、そしてこちらも攻撃を外すと。この攻撃カウンターたくさんもらってますし、やらなくていいんじゃ。今ももらいましたし。かっこいいから絶対やるの。おやーくらえ。はなんじゃこりゃ。だから言ったのに。でまずい来る短距離 QB。 そういえば2種類あるのですね。 QB は神速のと普通の QB があるのだ。普通のも割と便利。普通のも AC 基準だと信じられない性能してるんですけどね。カップする基準。あのビームマシンガンがめちゃめちゃ痛いのだ。オールマインドボウを操るときは絶対に入れるぜなのだ。オールマインドの格闘のバリエーションの数だととても射撃入れる余裕なさそうですけどね。プリセット機能を入れるわ。最初から入れてめんどくちゃいのだ。ぶっ飛ばし。確かにめんどくさいですね、プリセット機能は。でしょ。さてオールマインドの AP は残り3割ほどですが、なんとか格闘コンボを決めたいという欲が出ていますね。ダメなのだ。もう速すぎて目が回るのだ。つうか相手も同じスピード出したら速度2倍になってより分かんなくなるのだ。もう格闘とかやめるべきだわ。やっと気づきましたか。しかし相手はほとんど格闘なのに結構当ててきますね。なんすか。僕が下手って言いたいんすか。別にそんなつもりで言ったわけじゃない。わあ僕のバリアが半分まで持ってかれちゃったのだ。第2形態のスローモーションあるのですね。オールマインド貴様こそがリボンの戦果そのものだったのだ。この攻撃も出すのですね。分身はオミットされていますけど、なんだこのブレードホーミング。最初からこれをセットするべきだったのだ。どの攻撃がどのくらい誘導するかなんて分かってはいるんですけど、そんなこと考えながらセットはしませんでしたね。見た目なんだわ見た目。アービームマシンガンとライフル板すぎ変形離脱なのだ。ゼータガンダムみたいになってきましたね。変形はテンション上がるねやっぱ。そして変形解除も同じくらいテンション上がるのだ。かっこよすぎますねこの機体。第2形態からはトートランザム的なエフェクトもかっちょいいぜ。開いたバリア強この機体。バイアの再チャージがある以上本気になれば1ダメージももらわないこともできるのでしょうね。逃げに徹したこの機体に弾を当てれる機体など AC 力など存在しないでしょうし、 DLC でネクスト的なものが実装されればわからないのだ。いや DLC は多分ないでしょう。悲しい現実を突きつけるのやめてもらっていいですか。 AC などが出るまでナイトレインで繋ぐのです。貸さないのだ。10年待った我々にはこの程度待っているうちにすら入らないのだ。そんなことを言っていたら相手の AP 残り2割切っていますね。なおこちらの AP も残り3割を切り普通に危ない模様。まさか負けたりしないですよね。はははまさか負けるわけないじゃないですか。演出ですよ演出。このビームを当てて終わりなのだね。外れてますけどね。いや違う。そうレーザーでとどめを刺してやる。だからなんだよその神速の上昇 QB は。何度見てもかっこよすぎますね。案外ちょ待ってやばくね。あれ当たったら普通に負けです。危なかったのだ。さて決着をつけますかなのだ。神速を出せるのはこちらも見なしです。レーザーからのビームでスタッカーを取って最後にこのコーラルブレードで決めるのだ。いやーなんとかかっこよく決めれてよかったのだ。ブレード攻撃に花を持たせられてよかったです。今回はそう
644を操作してみましたがどうでしたか？久しぶりのネクスト戦みたいで楽しかったのだ。でも次はもうちょっと武骨なやつを動かしてみたいのだ。オールマリンのを動かすの楽しみですね。キュービーかっこよすぎますねこの機体。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。